どうも、日本語で喋りましょうの門と、木村です。このポッドキャストではカジュアルな日本語でいろんなテーマについて話していきます。お刺身のように新鮮で生の日本語をお届けするので、ぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。日本でさ、住むにあたってさ、やっぱり公共交通機関、バスとか電車って欠かせないものじゃん。そうだね。便利だよね、ほんと。ねえ。だからね、今日は公共交通機関、バスとか電車について話していこうと思います。はい。はい。でさ、木村もうん。俺も今日本に住んでないからさ、海外でうん。バスとか電車がどんな感じなのかっていうのがもうわかるから、ちょっとそれと比べながら話していけたらなと思います。なるほど。うん。じゃあ、木村はさ、まず日本のバス電車、いい点、どんなところがいいと思そうだね。やっぱ時間通りに来るってう？うんうんうところ。ん。そうだよね。うん。早くも早すぎもしないし、うん。遅すぎも、遅いこともないっていうところ。そうだよね。本当にさ、日本で電車乗るときさ、2、3分遅れただけでさ、なんか申し訳ありませんっていうアナウンスとかさ、なんか表示うん。がされるもんね。そう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 。うん。あれ、でも本当にね、1分、例えばさ、みんな結構電車、1本だけじゃなくて、何本も乗り換えたりとかさ、して会社に行く人とか学校行く人って多いと思うのね。うんうん。それでさ、その電車が早すぎたり遅すぎたりしちゃうと、やっぱスケジュール変わっちゃうじゃん。そうそうそだから、その中で、日本のやっぱそういう電車とかバスのスケジュールってすごい、こう、時間通りに来るから、う。うん。スケジュール組みやすいんだと思うんだね。そうだよね。本当に、もう、車で行くよりも、やっぱり電車で、電車とか使って、仕事に行ったりした方が、もう時間が正確だから、もうそっちの方が逆に安心してね、行けたりもしちゃうからね。そうだね。うんうんうん。あとは、日本の電車は結構綺麗さもすごくない？綺麗だね。うん。ゴミとうん。か落ちてないよね。そうそう、ゴミとか落ちてないし、ちゃんと多分掃除してるんだろうね。なんかもともと綺麗だからみんな乗ってる人も綺麗に使うっていう、なんかうんうん。その心遣いがある。確かに、確かに。それは結構日本人の、文化的なところもあるかもしれないね。そうだね。そんな感じするわ。うん。うんうんうん。あとなんか思いつくのある？そうだね。うん。これは後でちょっと、いい方っていうか、でもあるし、うん。悪い方でもあるんだけど、うんうんうなんか、ん。夏はやっぱすごい涼しい、電車の中がああ、はい涼しい。はいはい。確かうん。にね。その、で、夜じゃないや、ごめん。冬とか寒い日はさ、うん。暖房がさ、しっかり効いててさ。うん。だから、それはなんかいい点でもあるんだけど、例えば自分うん。が、ちょっとさ、うんうん。ね、寒すぎる時とかあるわけよ、逆にね。確かにあるね。だから、あとは、ちょっと自分がこう急いで電車走ってさ、時間にうん。間に合わせためにさ、飛びうん。込んで電車に乗ってさ、うん。あの、まだなんかちょっと汗かいてる時にさ、暖房効いたうんうん。電車ってきついじゃん。だからさ、確かに。確かに。だからそれをすごい気を使ってくれてるからありがたいんだうん。けどさ、そうんうんうのね、そこはん。まあ、自分の問題かもしれない、それもはや。確かにね。確かにうん。いいところでもあるけど、まあ悪いことでもあるのかなっていうね。うんうんうん。確かに、外の気温と電車の中の気温結構差があったりしたら、うん、ちょっと寒すぎたり暑すぎたりするかもしれないね。うん、そうだうん。ね。うんうんうん。あと、これは電車自体のことじゃないけどさ、電車に乗ってる人自体のさ、結構マナーもいいかなって思うんだけど、どう思それはもう結構一番違うところかもしれんね。こっちやっぱ海外でさ、う？うん。電車乗ってると、やっぱうるさいんだよね。みんななんか、うんうん。喋ってたりとか、あと電話気にせずしてる人とか、うん。周りのことなんか気にしないで電話してる人とかいるけど、日うん。本では、まあ、ほぼ見ないよね。
そうだよね。本当に静かだもんね。うん。みんなイヤホあンして自分で音楽聴いたりとかしてるとか、まあ人と話してても、うん。なんかそんな騒ぐような感じじゃなくて、ちょっとうん。例えば2人で話してたら、まあ、ちょっと静かに、こしょでもないけど、ちょっとね、周りにみんなが聞こえるような声の音量じゃなくて、うん。ちょっと気を使って喋る。うん。確かに確かに。本当にもううるさい高校生とか酔っ払いがいた時は別だけど、普段はね、それはね、もう、大抵ね、うん、うん、みんな結構周りを気を使いながら話したりしてるもんね。そうだね。うんうんうん。そうだね。木村的にはさ、もう自由に話もできる、電話もできる状況と、静かな図書館みたいな状況と、どっちの方が自分的には好み？そうだね。それは、静かな方が、ありがたいんだけど、うん。今はあんまり、なんだろうな、の電車に乗る時間、すごい期間が短いから、うんうん。だから、あんまりたかだか10分ぐらいやっていいかなみたいな、うんうんうん。うる確かに。さくてもいいかなみたいな。でうんうん。も本当にその日本のなんだろうな、一人一人の乗ってる人の、マナーってすごいなって思うよ。そうだよね。あと列に並んだりとかもあるもんね。そうだね。列すごい。列ちゃんとできるからすごい。ああ。あとは、いい点で言うと、物とかさ、なくしてもさ、結構帰ってこない？そうだね。帰ってくる帰ってくる。うん。なくしたことある？これは、大学の時のうん。話なんだけど、俺アメうん。フト部入っててさ、だったじゃん。うんうん。で、ある日の試合の日、試合うん。会場に向かう途中に、うん。あの、自分の荷物が入った大きいなんだ、カバンをうん。電車の椅子の棚の上にさ、乗っけてたうん。わけよ。うん。で、それで、降りるとき、うん。全然降りる駅って気づかず、うん。パッて気づいて、うん。もう閉まりそうな瞬間に気づいて、自分だけ出てきちゃったの。荷物をさ、その上に残したままね。なるほどね。で、やっばい、どうしようと思って、うん。その時まだ俺、低学年だったか大学生、その部活の中でもさ、うん。準備とかする、うん。う1年ん。生が準備とかしたりしてたからさ、その早めにちょっと入れてたわけね。うん。だから、その時すごい焦ってて、うん。で、駅員さんに、すいません、今ちょっと荷物を電車のその椅子の上に置いたまま出てきちゃって、うん。この電車がいつ、またここに戻ってくるかって分かりますかって聞いて、うん。で俺もめちゃめちゃ焦ってたんだけど、うん。駅員さんすごい冷静に、これだったらうん。何時に来ますよって来て教えてくうん。れて、うん。で、早く家出てたのもあってさ、うん。ちょっと待てる時間があったんだけど、それで待うん。って同じ電車が来たら、同じ車うん。両とこ行ったらあったのよ、また。ああ、よかっだたね。から、いやー、あれはすごい忘れもしないエピソードだああ、やっし、ぱりね、うん。その部活のメンバーは知らないエピソードっていう言えないね。そう言えないエピソード。そう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 。なるほどね。ちょっと俺も似た経験があって、確かね、俺はね、なんか仕事で使う資料かなんかを網棚に置いといて、うんうんで、本当に同じ状況で忘れて自分だけ出てきちゃって、で、やばいやばいやばいと思って仕事のだし。それで駅員さんに言ったら、なんか何両目になんか乗ってましたかみたいに聞かれて、いや、両目は覚えてないんですけど、降りたらなんか何々が見えて、あ、じゃあ何両目ですねってすぐそれで分かってくれて、で、何分に降りてきましたかつって、確か何分何分の電車で降りてきたと思いますって言って、分かりました。そしたら、次の駅で、その何両目で待ち構え、他の次の駅の人をなんか待機させておくんで、その人が、その、俺の荷物を取ってくれるっつって。で、取った荷物をへえ、その駅で保管しててくれるから、後でそこに行ってくださいって言われて。マジか。そうそう。で、行ったら本当にちゃんと保管しててくれて、もう何もなくなってなくて、無事、事そのなきを資料がすごい 得たんだよね。そうそう。首がね、残ってたと。そうそうそう。俺も、うん、同僚の人とかには、先輩とか、
上司には言えないエピソードなんだけどさ。そうそうそう。本当。あすごいね。あ、本当にいや、まあなんもか、う便利で助かるあよ。まあ考えればさ、こう、確かにあの、仕組みうん。それ誰かがさ、その何個先かの駅で取ってくれるっていうのは、まあ確かに考えればできないことはないんだけど、それをさ、やっうん。てくれるっていうところ、あねの、その心遣いとかもなんかやっぱすごいなと思うよね。え、ねえ、本当だよね。こっちなんかプラスでさ、お金払うわけでもないのにさ。うんうんうん。ってなわけでね、ちょっといいところばっかり言い過ぎたかなと思うんで、ちょっと悪いところ、ネガティブなところも話しああ、てみようと思うんだけど、何か日本の電車でここ満足できないなっていうところはある？そうだね。やっぱうん。満員電車ってもう、そのあ言葉があるあ、ように、うん、やっぱぎゅうぎゅう詰めの状態っていうのは、うん、うん。もうこりごりだなって思うな。本当だね。もう満員電車、この世のものの中でね、一番嫌いかもしれない。わかるわ、わかる。うん。ああ、やっぱり特に朝のね、満員電車はもうさ、朝眠くてさ、もう座って休みたいのにさ、もうぎゅうぎゅう詰めの中さ、入ってさ、もう立つのも精一杯みたいなね。そう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 。でもなんかなんだああ、かんだ立ってられるんでね、みんなにこう支えられて、そうそうそう。そうそうそう。その、なんか自分で立ってるっていうよりは、なんか周りの、もうそのぎゅうぎゅう詰めの状態のおかげで、なんかうん。うん無事にこう、なんだろうな、その状態を保ってるっていうかさ。うんうん。かと思ったらさ、すんごい後ろからさ、体重かけられてさ、きつい時もあるよね。ほんとそうそう。例えば、椅子じゃないや、ごめん、ドアが開いて、うん。こう新しいまたお客さんが入ってくる、乗車うんする人たちが入ってきた時がすごいきついよね。そんでもうこのうん押し込む感じ、一回こう閉うんまっちゃえばさ、もうそのまま、なんだろうな、なんかどうにでもなるというか、うんそのまま、動かなくて大丈夫だけど、うん新しい乗客が入ってきた時とかがちょっときついよね。だよね、きついね。戦い自分のエリアをどう確保するか、角側をね、確保したりとかさ、そうそう、すごいみんななんか戦略を練るわけよね。うんうんうん。本当だね。いや、あとね、嫌なところはね、嫌なところっていうか、ちょっと不便だなって思うのは、便利なんだけど、複雑すぎる。うん。そうだね。うん。そう、特に東京のさ、路線図なんてもうさ、クモの巣みたいじゃん。ほんとだよね。ほんと。うん。もう、日本人でもわかんないからね。そうそうそう。例えば、まあ、東京から横浜まで行きますみたいな。適当に調べたらさ、ルートが何個も出てきてさ、なんか値段もちょっと違うし、ルートもちょっと違うし。じゃあ結局、どれが一番いいのって思って、すごいね、迷うそうだね。時がある。そうだね。しかもそれでさ、ルートじゃあこれ選びましたって言ってさ、うん。駅着いたら、うん。次のその電車に行くのにどうやってこの改札から、うん。次の電車に乗り換えるんだろうとか、うんうんうん。東京駅とか品川とかさ、すうん。ごいでかいしさ。そうそうそう。ねえ、新わかるわかる。宿なんて本当に日本人でも迷子になるからね。そう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 。仕事とか、学校とかで毎日通ってる人はさ、それは道わかるけうん。どさ、うん。パッと来てさ、うん。みんなその道を分かってるようにこう歩いてる中で自分は、なんか全然わからなくてさ、なんうん。かその波になんかうん。逆らってたりする状そう態。そうそう。あれ不安になるよね。不安だよね。うん。時々ね、と、思うもん。うん。新宿駅のホームから、外に出るの、ゼルダの伝説より難しいんじゃないかなと思う。ダンジョン、本当のダンジョンだよね、あれは。本当にそあれでゲーム作れるよ、マジで。う。マジで。新宿ダンジョンみたいな。そうそう新そうそうそ宿短所ね。ちょっと難しすぎるかもしれない。う。ね。日本にね、旅行とか来る人とかはね、まずちょっと、要注意っていうか、そうだね。気をつけた方がいいね。うん。うんうん。そはい。ということで今日は日本の公共交通機関について話してみました。今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。
今日話した内容の振り仮名と英語訳付きのトランスクリプトを読みたい人はリンクに載っているパトロンサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマも、リクエストできるので、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。さよなら。